おはようございます。たかしです。本日は6月1日水曜日、ただいま9時30分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは昨日で月足が確定しましたので、月足から見ておきます。5月の月足はちょっと見にくいんですが、下髭の長い陰線で置いております。実体部分はごくわずかですね。そして4月の月足が上髭の長い陽線となってます。現在は3月の月足、これですね、この長い上髭、下髭を出したこの3月の月足のハラミ足になっている状態。つまり大きくはここでのレンジですかね。164円ぐらいから151円ぐらい。その大きなロウソク足のハラミ足になっている状態なんですが、5月のこの月足ですね、下髭の長い陰線、そして4月の月足、上髭の長い陽線となっておりますので、今この4月、5月の月足を見てると方向感がないように感じます。もちろん3月のハラミ足になっていますので、そういうことなんですけれども、今は再び5月の陰線の下髭、そして4月の陽線の上髭、このどちらかを目指してくる状態ですので、どちらに行くのかが分かりにくいというところですね。ですので現在はどちらにでも触れる。つまり3月のハラミ足ではあるんですが、この上髭下髭っていうのは意識されますので、そのどちらに動いてもおかしくないとは考えます。ただ GMMA はこれ下から今収束してねじれて上向いてきているんですね。まだ完全に開いてるわけじゃないんですが、少し開きかけてきてますので、月足単位では確実に上昇トレンドに入ってきているのがわかります。インジケーターはちょっとよくわからないですね。MACD は上は向いているんですが、やはり少し上昇が弱いのはこの辺で迷っているせいなのかなと。今月この例えば4月のロウソク足の上髭の部分を実体で上抜いてくるようなことがあれば、また MACD も強くなってくるでしょうし、この GMMA もどんどん上がってくるんですが、現在は上昇トレンドの初動というところでしょうか。では、日足です。昨日の日足、陽線で引けております。ここをですね、ちょうどこの高値とこの安値を結んだフィボナッチリトレースメントの 38.2% 付近に、ここ一旦戻り高値があったんですが、そこを超えてきております。で、本日も朝から上昇はしてきてるんですけれども、一旦のターゲットはこの辺かなと見ております。ここが、過去のこの3損ですね。この3損で意識されたこの頂点部分、164円ぐらい、この辺を一旦今目指して上昇中と考えてます。ストキャスティクスは高値圏にありますので、一旦下落してもおかしくないので、その辺は注意。ただ、この形を見てますと、もうしばらく上昇しそうな感じ。MACD はかなり強くなってきておりますので、一旦下落したとしても、再び164円を目指して上がってくるんだろうなと。で、そして次、164円付近で、再び下落に転じるのか、それともこのまま突破して上昇するのか、というところですね。では、4時間足です。先ほど言ってました3損、ここですね。ここ左肩。で、ここ右肩。この3損のこの頂点部分、この辺ですね。この辺とかこの辺。今ちょうどこのオレンジのラインが引いてます。このオレンジの点線が4時間足の目線切り替えポイント。今はここを目指して上昇中ですね。なので、ここを超えてこられるかどうかというところです。現在は1時間足の目線切り替えポイントはここ、紫のライン。これで1時間足は目線が上。そして今4時間足が目線が下。というところで、ここを超えてくると次は4時間足が目線が上となってきますので、ここを超えてくるとさらにここ、次は168円。9円を目指して上昇してくるのかなという感じですね。で、今 GMMA は下から開いてきましたね。いい感じにこの上昇に向かってきておりますので、ここから上昇トレンドに向かっていきそう。今、高値を切り上げてきてますよね。そして次、安値を、切り上げたところ、つまりこういう波をイメージしてるんですが、安値を切り上げてくれば、そこから上昇トレンドというところで、さらに上昇に加速がつくのかなと考えておりますが、現在はこのまま上昇してくるのかなと、一旦ここ164円ぐらいを目指して上げてきそうな雰囲気ですね。そしてここを超えたところで、一旦のこの次の下落を待つのかなという、そんな雰囲気に見えます。今は GMMA 上向いて開いてきておりますので、このまま上昇トレンドに入っていきそうな雰囲気。MACD も順調に上昇してきてます。ストキャスティクスは高値圏にありますので、一旦下落しそうな雰囲気ではあるんですけれども、ここも機能していませんので、上にほぼ張り付いている状態ですので、もしかしたらこのまま164円まで上げていくのかなという感じもします。一旦ここフィボナッチリトレースメントの 61.8%、この辺が抵抗になる可能性があるんですが、これはこの高値からこの安値に引いてる 61.8% なんですが、ここなのかここなのか、この辺ぐらいが一旦の抵抗になるのかなと。 163.5 円から 164.2 ぐらい、この辺付近が一旦の抵抗のゾーンになるのかなという感じですね。4時間足はここからの高値の切り下げ、そして安値の更新というところで、ここで
下落トレンドを描いていたんですが、その下落トレンドが崩れるかっていうのが、このオレンジの点線を抜けられるかどうかで変わってきます。現在は高値を切り下げてきてますので、ここで超えてくると、今度はこの高値の切り下げの更新が止まったというところで、今はここで安値を切り上げてきてますので、ここで上昇トレンドに入っていく。そんなイメージですね。では、一時監視です。昨日動画を作っていたのがおそらくこの辺なんですけれども、結局このボックス上限で一旦跳ね返されましたよね。それはここの高値とか、このフィボナッチリトレースメントの 50%、このグレーのライン162円とか、あとはここですね。この高値。これが直近の戻り高値だったので、この辺が意識されているのかなという感じですね。今この直近の戻り高値とか、ここの、直近の高値とか、この辺が意識されて、この辺がサポートになっているのがわかりますよね。今ちょうどそのボックス上限でサポートされて上昇中というところです。GMMA も順調に上昇してきておりますので、今一旦レンジを抜けたのかなと。そしてここからはこの GMMA に沿ってまた上昇していくんだろうなという感じですね。一旦目標は先ほど言いました 164.2 円っていうところですので、その辺までは順調に上げてくれそうな感じではありますね。ただ今、ストキャスティクスは1時間も4時間も日足も全て高値圏にありますので、その辺は注意が必要なところですけれども、今は一旦ここで、例えばエリオット波動で言うと、ここ今1波2波3波進行中なのかなと。例えばここから取れば1波2波、それでも3波進行中かなというような感じですね。しかも仮にここね、1波、2波、3波進行中と考えると、その3波の中の1波、2波、3波になりますので、サードオブサードですよね。一番伸びやすい波になってくると思われますので、仮にこのエリオット波動が合っていればなんですけれども、そのようになってきますので、大きく取っていけるポイントかもしれないですね。一応描いておきます。こんな感じですね。このオレンジのエリオット波動の今3波進行中。これが大きな波。その中のこの3波の中に小さなエリオット波動。この緑のエリオット波動で今1波、2波、3波進行中というところでサードオブサードと呼ばれる一番伸びやすい波となってきますので、この辺で取っていけるといいんじゃないでしょうか。今は一旦このボックスの上限がサポートになってくる。今小さくはサポートになっているんですけれども、これ1時間単位なのでもしかしたらもう一度、上昇してもう一度大きくここに戻してくる可能性もあるんですが、今は1時間足のこの GMMA にサポートされて上昇してきてますので、その辺を目安にこの上昇トレンドに乗っていくのがいいんじゃないかなとは考えます。今は強く上昇してきてますので、この1時間足の GMMA にサポートされてますが、4時間足の GMMA がここ少し離れたところにあるんですね。なので、どこかのタイミングでまた4時間足の GMMA まで押しをつける可能性もありますので、その辺は、深押しをするときは注意が必要ですけれども、現在はこの1時間足の GMMA で綺麗に反発して上昇してきておりますので、ここを目安に、ここから164円ぐらい、163.5 から164.2 ぐらいまで取っていけるといいのかなと考えてます。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。